はい、皆さんこんにちは、まゆです。お元気ですか？このチャンネルでは日本人の私が自然な日本語でお話をしています。少し難しいと思うかもしれないけど、英語やイラストでフォローしていきますね。突然ですが、皆さんにクイズです。日本語の文法のクイズです。いくよ。でも、ところが、それでも、この3つの違い、説明できますか？難しいですよね。どれも前に何か出来事があって、その後に思っていた通りにならなかったとか、予想と違うことが起きた時によく使う言葉です。でも、細かい違いを説明してくださいって言われると、日本人でも意外とすごく難しいんですよね。でも会話の中で私たちは普段ほとんど間違えないんですね。じゃあどうやって覚えたんでしょうか？学校で文法として勉強したから？実はそうじゃないんです。その秘密はあるね、これから紹介する絵本の中にあります。皆さんは大きな株っていう絵本知ってますか？大きな株、すごく有名ですよね。はい、これです。逆さだったね。大きな株、とっても有名ですよね。世界中で読まれていると思います。日本でも小学校の教科書に出てくるし、もう何十年も読み継がれている、ずっと読まれているっていう意味ですね。読み継がれている超ロングセラーの絵本です。でもね、この絵本ただ面白いだけじゃないんですね。日本語の文法とかリズムが本当にうまく作られてるんですよ。そうだから今日はその中でもさっき説明したね、この接続詞にちょっと注目して紹介したいなと思います。で、まずね、みんな話を思い出してみてください。おじいさんが大きな株を抜こうとしますね。で、日本語ではこういう時の掛け声としてうんとこしょ、どっこいしょっていう言葉が使われています。で、これはね、うんとこしょって日頃言う人は少ないけど、よいしょっていうのはすごく言いますね。そういうふって力をかける時の掛け声です。そして思い出してね、おじいさんが株を抜こうとします。うんとこしょ、どっこいしょ。さて、この後です。何々何々、株は抜けません。この株は抜けませんの前に入る言葉は何でしょう？でもかな？実は違うんですね。でも良さそうだよね。ここで使われているのはところがなんですね。ところが株は抜けません。このところがっていうのはこうなると思っていたのに予想と違う結果になったっていう時に使う言葉なんですね。だからところがを使うと、おじいさんは一人でも抜けると思ってた。ところが抜けなかった。だからこの画面にはところががぴったりなんですね。だからでもねでもそうでも意味は通じます。私たちも普段会話ではでもを一番よく使うと思います。頑張った、でもできなかった。行きたかった、でも行けなかった。こんな風にね、とっても便利な言葉だよね。ただでもっていうのはすごく幅広く使える分、少し日常会話っぽい言葉なんですね。一方でところがを使うと、あれ？予想と違ったの？っていう感じがあります。少しね、意外性とか驚きが入るんですね。だから絵本ではでもではなくって
ところが選ばれているんだと思います。で、次におじいさんがおばあさんを呼びます。で、2人でね、またうんとこしょ、どっこいしょ。さあ、この後です。何でしょう。またところがかな。これはね、正解はそれでもなんです。それでも株は抜けません。このそれでもは、じゃあところがと何が違うかっていうと、そうしたのに、そこまでやったのに、その状況にもかかわらず、こんなね、意味があります。だから一人では無理だった。だからおばあさんを呼んできた。で、二人で一生懸命引っ張った。それでも抜けない。そう。こんな感じだよね。ここまでやったのにまだダメだった。こういう気持ちがね、この一言に入っているんですね。だからそれでもっていうのは、それプラスでもって考えるとすごくわかりやすいかなと思います。じゃあ次ですね。おじいさんとおばあさんは孫を呼びますよね。で、3人で引っ張ります。うんとこしょ、どっこいしょ。この後何だと思いますかね。おじいさんだけだったらところが、おばあさんを呼んでもそれでも、じゃあ孫連れてきました。じゃあ次は何でしょう。そうところがも良さそうだよね。でもまたここでところがを使うとちょっと違うんですね。なんかところがっていうのは予想外の結果っていう感じが強いんですよ。でもここまでね、もう3人目まで話を進めてると、読んでる側もまだ抜けないだろうなって思うでしょ。ね、ところがじゃないんです。だって予想通りだからね、抜けないのは。だからまだ抜けないんじゃないかなって思い始めている。だから最初ほどの意外性はないんですよね。じゃあ何が使われているんでしょうね。孫も連れてきました。短いですよ。そうです。2文字です。さっき私言いましたね。まだです。そう。まだ株は抜けません。これなんですね。このまだっていうのは接続詞じゃなくって、難しい言葉で言うと副詞になるよね。でもこのまだまだ、この一言があるだけで、まだ終わらないんだなって、そんな感じがしますよね。この孫を呼んでくるのは、この後犬とかさ、猫とかネズミとか呼んでくるんだけど、ちょうどお話の中間ぐらいでしょ。だからまだお話は終わらないんだなってね、呼んでる側もすごくわかるんですね。そんな空気が伝わってくる言葉なんです。物語がまだ続くなとか、あともう少し何かありそうだなとかね。で、さらにね、この犬が来るでしょ。で、おじいさん、おばあさん、孫、犬で引っ張るんですね。うんとこしょ、どっこいしょ。そうすると、まだ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 抜けません。こんな風にね、書いてあります。日本語ではこのまだまだみたいに同じ言葉を重ねることで、全然まだだよとか、もっともっと、まだ終わらないよみたいな、そういう気持ちを強くね、表すことがあります。しかもこのまだまだってすごくリズムがいいですよね。まだ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 、何度も言いたくなるような、そんな言葉です。でもこれってところがとかそれでもとか言わないんですね。そうだから、このまだまだっていう言葉ならではのリズムをね、子供は読んでいるうちに自然と覚えていくようになっているんです。で、その後犬が猫を呼んできますね。次は合計5人です。2匹いるけど5人で引っ張ります。うんとこしょ、どっこいしょ。この時にもう一度出てくる言葉ですね。それがそれでもです。もう一回出てくるんですね。1回目のそれでもは孫を呼んできて無理だった。そこから
犬を呼んでまだまだ抜けない。で、猫を呼んでまだ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 抜けない。もうそれだけやったのに、それでも抜けないんです。そう。だからここはそれでもが使われています。5人で一生懸命引っ張ってるからね。これはまさに期待したのに抜けない。そんなニュアンスがね、すごくぴったりですよね。さあ、そして最後です。最後は猫がネズミを呼んできます。で、みんなでうんとこしょ、どっこいしょ。そしたら今度は株が抜けます。ね、最後だからもう抜けます。じゃあ、みんなで引っ張ってうんとこしょどっこいしょ。株が抜けた。さあ、ここの間に入る言葉は何でしょう？何だと思う？するととか？すると株は抜けました。良さそうだよね。流れ的には。一生懸命みんなで引っ張ったから抜けたからね。すると、そしたら抜けた。でもなんかするとだとすごくすんなり抜けてしまった感じがね、あるんですよ。なんか全然苦労してない感じ。そう。なんかこうしたら抜けたなみたいな、ただの出来事の説明になっちゃうんですよね。あと、それに近いのが、そしたらとかですよね。そしたら抜けました。これでも意味は通じます。そしたら抜けた。5人で抜いたら抜けた。ね。でも、やっぱり少し軽いんですよね。じゃあ、次は、だからだったらどうでしょう。ね。おじいさん、おばあさん、孫、犬、猫、ネズミ。だから抜けた。これも間違いではないです。人数が増えたから抜けた。ネズミまで来たから抜けた。で、結果としてはね、合ってます。それでも、それだけだとちょっとそっけないんですよね。なんかここまでみんなで頑張った感じが少し弱くなってしまう言葉なんです。さあ、何でしょうね。正解はやっとなんです。そう。やっと株は抜けました。こんな風にしてね、物語は終わっています。で、このやっと、もうこのね、私の言い方一つとってもすごく長い時間がかかったこととか、苦労した感じ、そして何度も挑戦した、そんなねニュアンスが含まれてるかなっていうふうに思います。さっきまでのすると、だからだったら原因と結果しか表してない感じなんですね。でもそこにやっとが入ると、聞いてる子供までよかった抜けたっていう気持ちになるんです。このやっとってたった3文字なんだけど、この物語全体を締めくくるとっても大切な言葉になっているんです。で、こんな風に見ていくと、この絵本ってね、ただ繰り返しているだけじゃないんですよね。ところが、それでもまだまだまだやっと、こういう言葉をね、何度も何度もこうやって聞いて覚えていきます。だから自然とね、これはこういう時に使いますっていう意味を説明されなくっても、こういう時にこの場面ではこの言葉を使うんだなっていう感覚ですよね。そういう感覚が自然と身についていくんです。で、実はね、この本の面白いところって接続詞だけじゃないんですよ。よくできてるなって思います。さすが教科書に採用されているだけあるなって思いますね。文の形も同じなんです。で、これって最初はおじいさんが株を抜こうとしますよね。そしておばあさんがおじいさんを引っ張って、おじいさんが株を引っ張って、こんな風にね、ずっと誰が誰をどうする、ね、この形がもうこの全員分ですよね。最後なんて、ネズミが猫を引っ張って、
猫が犬を引っ張って、犬が孫を引っ張って、こんな感じでね、ずっと続くんですね。で、これを聞いているので、子供はがとかをっていう難しい助詞ね、これを文法としてっていうよりもリズムの中で覚えていきます。日本語を勉強していると、この助詞や接続詞って本当に難しいと思いますね。英語よりもはるかにそのバリエーションが多いと思いますね。こうがとわは何が違うのかとか、をとにはどう使い分けるの？でもとところがとそれでも何が違うのってね。もうこういうのって説明を読んでも本当になかなか難しいなと思います。でも日本人も最初から知っていたわけではないんですね。子供の頃からこういう絵本や、教科書の中でやっぱり何度も聞いてね、読んでもらったりして、流れやリズムの中で少しずつ身につけてきているんだなと思います。だからね、私はぜひ文法書だけで勉強するよりも、お話だったりとかね、こういった、でも会話もそうですよね。こうやってたくさん読んだり聞いたりすることっていうのもすごく大切だなって思っています。子供向けの絵本って、大人からするとね、ちょっとなんかこう幼稚なように感じてしまったりするかもしれません。でも実際には正しい日本語とか美しいリズムですね。それがね、ぎゅっと詰まっています。だから日本人の親もすごく子供に絵本を読み聞かせるんですよね。正しい日本語を覚えてほしいと思うからです。今日は大きな株を通してこの接続詞の面白さっていうのを少しご紹介しました。皆さんはでも、ところが、それでも、この違い少しイメージできるようになったかな？ぜひこの絵本をね、見ることがあったらストーリーだけでなく、そういうどんな言葉が使われているのかなとか、これまゆが言ってたなっていうので少し思い出しながらね、読んでもらえるといいかなと思います。はい、それではね、今日の質問コーナーです。今日はベトナムのミカさんからいただきました。質問を読みますね。私はいつか日本に住みたいので日本語を勉強しています。現在は日本語学校に通っています。学校以外でも日本語を使いたいのですが、日本人の友達がいません。日本語で会話の練習をするために何かいい方法があれば教えてください。はい、ミカさん、ご質問ありがとうございます。とってもいい質問だなと思います。で、多分ね、同じように悩まれている方いらっしゃると思うんですね。で、まずは3年間も日本語の勉強を続けているとのこと。もう本当にすごいですね。語学って始める人はたくさんいるんだけど、続けるのが本当に難しいよなって思います。だから3年間もコツコツね、一歩一歩勉強を続けているミカさん、本当に根気強いなって私は思いました。で、いつか日本に住みたいって書いてくださっているので、今はまだベトナムに住んでいらっしゃるのかな。で、日本人と話す機会がなかなかないっていう気持ちね、すごくわかります。もちろん一番いいのは日本人の友達ができて毎日自然にね、こう話せる環境ですよね。でもそれができたら苦労しないんですよね。だから今日はオンライン英会話とか、あと AI と会話するとか、そういう定番の方法以外で私がおすすめしたいことを2つお話しします。1つ目は日本語で独り言を言うことです。これはね、本当におすすめします。で、日本人ってね、友達と話すときに
難しいことばかり話してるわけじゃないんだよね。眠いなとか、お腹すいたなとかやばいな、そしてしまった、よかった、こんなね短い一言をたくさん言っています。だから今日あったこととか今思ったこと、まずはそういう気持ちをね、日本語で独り言として言ってみてください。で、もし分かんなかったらね、日本語でなんて言うんだろうってそう思ったら、そういう時にAI とかね、辞書で調べたら十分です。そしてここからがポイントです。実際の会話ってこの独り言とか思ったこと、自分で言っていること、これにその後どうなったかを付け加えている、こんなことが多いんです。だから例えばね、教科書だと今日は寝坊しました、電車にギリギリ間に合いました、こんな文章になるよね。で、もちろんこれは間違いではないです。でも実際の会話だと、今日ね朝起きて寝坊してやばいと思ったんだけど、なんとか間に合うかなって思ったから走ったの。そしたらギリギリ大丈夫だったんだよね。よかったって安心した。こんな感じでね、話す人の方が多いと思います。その方が話が盛り上がるんですよね。すごくリアルにその時の風景とか出来事、感じたこと、そういうのがね、聞いている側にも思い浮かぶんです。本当に焦ってたんだなとか、本当に焦って走ったんだなとか、すっごくギリギリだったんだろうなとかね。こんな風に相手がね、その場面を想像しながら聞くことができます。まず自分がその時に思ったことを話す。ね、これが独り言です。そしてその後に何が起こったのかを付け加える。この流れが入るだけで、一気に友達との会話らしい自然な日本語になります。だから独り言を言う時も、しまった、よかった、やばい、どうしよう、こういうね、短い言い回しですね。そして自分の感情、気持ちをどんどん口に出して独り言で言ってみてください。そしてそこにどうなったのかを一文くっつけていきます。そうすると教科書で習う硬い構文よりももっともっと会話らしい自然な日本語になっていくはずです。そしてもう一つおすすめなのが、日記をね、日本語で書くことです。で、これは本当に短くて大丈夫です。長い日記を書こうとすると続かないからね。もう1行でもいいし、もう3行でもいいね。もう書ける範囲でいいと思います。だから今日は好きな食べ物について書いてみる。あとはどうして日本に住みたいのかを書いてみる。もうそんなね、短い内容でいいんです。で、できれば書きながら声に出して読んでみてください。そうすると書く、見る、聞くね、この3つを同時に使うことになりますよね。いろんな感覚を使って覚えたことっていうのは意外と忘れにくいです。そして日記に書いた方の文章、これは話し言葉よりは少し丁寧になりますよね。だからさっきの独り言のね、思った短いフレーズプラス日記で書いた文章、もうこの2つを組み合わせるだけですごくね、自然な会話がいざ友達と話すってなった時にできると思います。オンラインのね、日本語レッスンもすごくためになると思います。でもやっぱりお金がかかったりね、あとは時間の融通が効いたり難しい部分もあるのかなと思うので、お金をかけなくてもね、毎日できること、こういうのを一つ持っておくと、とっても語学の勉強に強いなと思います。私のおすすめは、一つ目が日本語の独り言、
2つ目が日本語の日記です。ミカさん、ぜひ無理しない範囲でこの2つちょっとトライしてみてください。ミカさんや同じ悩みを感じている皆さんの日本語の勉強に役立つと嬉しいです。はい、それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。またね。